はい、柳川さんお疲れ様です。どうも。はい、今週も柳川チャンネル始めたいと思います。今週から、舞台は東京に移りますけれど、その中で、重賞は今週はですね、根岸ステークスが行われます。どうですかね、メンバーの方を見てもらって。東京1004オープン重賞っていうのが、結構あるんでね、大体同じようなメンバーが集まってくるんでね、この舞台は。フェブラリーにはほぼ直結しないし、大体いつも同じような戦ってきてるメンバーだしな。あんまり興味がある馬いなくてね。芝はもう開幕週である程度見ても、砂がどうなのかっていうのは、相当乾燥しているのが続いてるから、高速になるってことはないだろうけど、どんなもんなのか。1004ですと、どうですか、やっぱり逃げ先行という。通常結構この1004差し来るんだけどね、前に行ってしっかりした馬がいれば残るし、だらしのない馬が何頭かガチャガチャやっていると、ゴール前でガラッと入れ替わるっていうのが、そのガラッと入れ替わる時が非常に難しくてな、ガラッと入れ替わる、結果をガラッと入れ替わったって、着差はわずかだから、本当のワンタイミングの差だから、結構ね、難しいんだよな。馬券は絶対進めないね。それこの中でじゃあちょっと一言ずつでもいいんでお話をもらっていきたいと思いますけど、まずじゃあインユアパレス、ようやく、ね、連勝してきて、結構条件戦の頃から勝ってた馬で崩れることはなかったんだけどね。このところの点を見ると当然そこそこにはまた来んだろうね。1004の強いし、おそらく川田優雅はこっちを選んだんじゃないかなっていう気がするしね。特になんちゅうの、相手見解関係を見ても上位争いなんでしょう。全然面白くないね、こんなこと言ってもな。ウェイワードアクト、田中宏康厩舎、この辺はもう使うとこがもう確実に限定的で、東京のコースの1004、たまに1006っていうのがあるかもしれないけども、1004だけに年間東京の1004だけに絞ってきてるんでね、今回も非常にいい感じの調教できたんじゃない？今日も軽くさらっともう息を作るだけで体が出来上がってるしね、最初中間もやってきたから、さすがにもうその若かりし頃のギラギラしたところはなくなってるけど、これはこれで体勢は非常にいいと思います。エンペラーワーキャー、去年一昨年勝ったのか。そうですね、そうですね。結構内容良かったんだけど、時計が目立たないっていう風に他の人間も結構言ってるんで、なんだけど、イメージはパサパサの時計が良さそうだなっていうのはあるね。今週は多分パサパサですかね。と思うんだけれどね。極端に水をまくっていうあれ。いや、水はどっかで散水はするだろうけど、都内のこの辺ちょこっと雪が降るかもなんて言ってるから、多少降ってもらった方がいいのかもわかんないんだ。金曜日ぐらいにかけてなんて言ってたけど。わかんねえや。県内は県内でしょ、県内でしょ。続きまして、オメガギネス。オメガいいんじゃない？ 1004 の方がいいと思うよ。後ろからなっちゃうけど、これも時計かかる方がいいもんな。タフな馬場の方が。だけど今まで言ってきた中で、もう、なんていうのかな、関東馬が上行くやつで、上田中秀康のとかだけは、これは見てるからいいけど、他のとか見てねえからね、状態運の感なんてわかんねえから、これからすると。作りやすい、こういう馬たちはもう何ヶ月も前からここを使うんだってことが分かってるから、仕上げるのにそんなに手間はかかってないと思うけどね。ただ実際見てないんで何とも言わないけれど、みんながパーフェクトの状態っていうことを仮定してあくまでも言いますけどね。もうオメガはこの間よりも今回の方がいいでしょ。ステージ的には。と思います。ダノンフィーゴ。フィーゴはね、今勢いがあるよね。けどね、早い勝負になってほしい馬ではあると思うんだよ。若干体つき見ると非力感が見えるんでね。充実してることは間違いないんじゃない？上位は上位という上位争いしてもおかしくないし。
じゃあチカッパ。チカッパは、大穴でもうどうだろうなっていうところがあるかな。舞つぶれで、死んだふりで来るかどうか。来ても驚かない。なんか、くだらねえな、これな。で俺がもう全く気が入らないし、買いたい馬がまずいないっていうのが大前提だから。まあ、関東馬もだけ言っちゃうと、ウェイズとなんだっけ、バトルクライ。バトルクライはまあ普通に来てるよ。順調。もう重賞級は足んないな。もう技がない。出来が悪いわけじゃないけど、もう技がないからなかなか厳しいだろう。あとマピウスか。マピウスですね。これはね、両親の字面だけ見るとそんな、向く字面かもわからんけどね、体つきと走り見ちゃうとパワータイプじゃないんだよ。だから砂がダメじゃなくてタフな馬場はダメ。だから逃げられるっていう利点はあるけどね。あと1004っていうのはもう、この馬に関しては1002かもしれないけど、1004はもう100点上げてもいいぐらいのステージなんでね。まあ、それでどうかだけど、時計がかかるようなタフな馬場だったら、まあ厳しいでしょう。万が一にも軽い砂だったら、穴はあるかもしれん。っていうところに覚えてください。関東もこんだけそうですね、関東もうあと関西馬はもうみんな、今回のようなメンバーっていうのはもう競馬やってる人間みんなわかるべ、どんな馬か。多分俺もその辺のそのくらいのレベルしかないよ、関西馬に関しては。実はビタイヤっていうのを使ってくれば本命の、あれだったんだけど、なんか追い切り終わった後にちょっとっていうことでやめたからね。これは俺が一番出世するなと、まあ前から思ってたんだけど、オープンに入って、ちょこっと行き詰まってるんだけどね、なんで行き詰まってんのかななんて思ってたんだけど、でもこれがいなくなった瞬間に、そうっていう、あんまり競馬が、まあ馬券はもちろん難しいんでね、上位になるような馬がたくさんいるんで、何歩考えたところで、見たところで、俺に正解はありません、このレースは。まあ、個人的なあれとしては、1004のタフな馬場に変わって、安成、オメガが少しいいかな、差しが向けばね。で、一体行くんだったら、もうケイタの、あれになるけれど。こんな、まあ、最も面白くないって興味がないレースであったということで、ここはもう見ないでください。週末は柳長チャンネル。競馬予想は馬三郎。で、代わりに、土曜日のメインは逆に面白くてな。土曜日はちょっと僕も見てたんですけど、まあ、小頭数ですけど、確かにメインは。勢いがあって、昇級してきてもばっかり揃ったからね。ここ結構、買うんじゃなくて見てみたいなって、今年中に重賞取りそうなのは何頭も出てるんでね。だって言っても、まあ2とか3としか勝負になんねんだけどな。そんなこと言っても俺からすると。白富士ステークスの方もちょっとじゃあ。まあ本命から言っちゃえばもうレディネスだ。レディネス。断然。断然ですか。断然。まあ理由はいいわってか、これは強くなるよ。もう、性格さえ大人になれば、心配なしだ。一枚上手。走るところっていうのは、これ関西馬だけど、やっぱりプリンシパルとか、いろんなダービーでもそうだけど、重賞で長距離 V とかやってたけどね、これはもういずれは花開く時が来るんだろうっていうふうには間違いなくね、しかも、そう思ってた馬で、まあようやくじゃないの、体が戻してきたんじゃない？一回ガッと減って。確か、そんな感じしたよな。まだ増えてもいいけどね。まあ、で、開幕の馬場はいいね。速さ勝負に適してる馬。いいと思うよ。大丈夫でしょ。まあ、あと開けて、4歳馬、宮田厩舎のビクトル・ウェルヌス、なんだ、ビクトル・ウェルスですね。これどうですかね。リアルスティールの子で、欠点がなくて、いい馬なんで、実は。まだね、もうちょいかなっていうところがあって、今のところとてつもなく強いってことはない。だから、これがおそらく、ルメさんですし、一番人気になりそうだけどね。頭を信用するにはまだ至らないね。
ただ、大きなポカもないって感じですけど、もしかしたら4着、5着っていう。その辺ぐらいまでは全然俺はあり得ると思ってるから、今回に関しては。別に調教が悪かったってわけじゃないんだけど、まあでも、調教ミスもまだ、ドンと来る感じしなかったな、ずっと見てて。これ正直なところ。悪いわけではないんだろうけど、頭から買うっていうことは、あまり進めはしない。新花田はどうですか？新花田はね、昔から前から言ってんだけど、フォームが綺麗で、前で結構飛ぶまで、非力感があった、ずっと残ってるレード、これはね、ずっと言ってるのは、平坦コースだったらいいけれど、坂のある中山とか府中とかっていうコースでは、結構減点が効くんでね、減点になるんで、重賞級で勝負になるんだったら、今のところは、ローカルは当然だけど、ドスローの一段になって、みんなが追い出しを我慢してね、用意ドン。で、坂上がってから、残り200何メートルでの追い出しだったら、あるかもしれない。今のところはね、この新花田っていうのは、俺、条件戦の2勝クラスくらいからずっと言ってるんだけど、新潟とかだったらおそらく相当切れ味を持続するけど、坂上がる方、下手っていうか、綺麗すぎる、前足が綺麗に伸びすぎるんで、坂はあんまり良くないのよ。まあ、そういうところがあるんで、ちょっと落ちるかな。ダノンシーマ。これは能力はあるね。ただね、これはね、一瞬の足は、ある。まあ、そのくらいしか言いようがねえな。東京向きの、なんか持続力みたいな、そういうタイプではないんですかね、これは。タフな競馬じゃなく、やっぱり、まあ、新花田よりは、あれだけど、軽い馬場での一瞬の勝負切れ味。だからまあ今回新花田も、旦那もおそらくそういう流れになりそうだから、足出すんじゃない？で、この時期の開幕週でも、このメンバーで本当にスローで1000メートルが1分1秒とか2秒とかっていうもしそういう流れだったら、上がりは33、切るか切らないか、切って驚かないような、そのくらいの競馬になっちゃうんだよ。坂上がった時の11秒真ん中ぐらいを11秒ちょこちょこで走れるのが、さっき言ったレディネスぐらいかなっていう見立て。あともう一頭、オーロラ X っていうか紐ね。はい、この枝はあまりにも動かないで驚いたんだけどな。まあ、ああいう巻き方はいいやな、逆に。これは、見限れないな。見限るわけいかないんで、これを巻けようと思ってんだけど。だからちょっと個人的には、レディネスからオーロラ。その後にさっき言ったのがズラズラズラって感じでね。まあ、ピース&ディックも好調し、非常に体調が良くて、まあ、逃げ位置になんだろうね。吉富じいさんとら殴られちゃう。吉富ちゃん、絶好調だしな。さすがだよ。まあ、逃げ位置の短期になんじゃねえかっていう気してんで。多分まあ普通に楽に。まあ、スローで。ただ、スローで、先手取ってスローで粘り切れるかどうかっていうほどの、いい足の持久力っていうのが、ないんでな、っていう気がしてんでね。検討はするけど、ゴール前と、その辺のやつにパパパパッと差し決まれちゃうんじゃないかなっていう気はするんでな。レディニスとオーロラ X。これで決まればつくぞ。つきますね、ちょっと。まあ、この頭数の割にはね。っていうところで、今週、今週、なんか東京でも3歳の特別が2つあって、クロッカスと、本当はクロッカスっていうところが俺実は、これが、もう最初からこのレース、セントポリアか。セントポリアも、例年、クラシックに乗れるかどうかっていう馬が結構使ってくるんだけどね。この2つがちょっとメンバー見たらあまりにも残念だったんでな。嫌になっちゃったな。だからクロッカスは、あれじゃねえか。たけしが来るんじゃねえか。ミルトベスト。はい。これだろう。あと大したことないんだよな。福ちゃんは具合いいけどな。まあ、この間2着も大したことねメンバーだから。あと細かいことはいいや。セントポリアも、なんか、寂しいメンバーになっちゃったな。これはダメだ。これはでも、川田優が勝つんじゃね？RI。
馬的には簡単だったよ。今日はこんなもんだ。だから根岸もなしだ。勝手に言ってくれ。当たんないよ、根岸。ちょっとね、質問がですね、来ておりまして、馬の走り方についてですね、まあちょっと桜ローレルとかバイアントップガナと、ちょっと名馬にも特徴的な走りをするような馬がいましたけれど、馬のフォームでどういった点を注目してますか？俺はもう調教は馬のフォームだけを見てるんだけど、馬のフォームで全然違うからね。どういうステージ、どういうシチュエーションの時にこういうフォームがいいのかっていうのは、これはね、競馬をやる上で、ぜひみんな覚えなくちゃいけないし、もう新聞社の方もみんな分かってるとは思う。だから、まあ、さっき新花田じゃないけど、前足が綺麗に手だけ大きく伸びる馬っていうのは、やはり、基本的には、芝のいいところで、いい馬場だよね。逆にそのこちょこちょって動くやつは、まあ、引っかかるグリップが効くから結構重たい馬場でもいいし、坂はそうやってちょこちょこだから坂は意外とこなして上がれる。だから逆にさっき言った大きく飛ぶような馬は、坂のとこには体を伸ばして前足伸ばして引っ張るから坂のとこはやっぱりちょっとスタミナ使う。だからディープインパクトみたいのはこれはもう別個だよ。あれはもう別馬だからあんだけ多く飛んで出すけど、ああいう馬はもう規格外だから。だからそれはね、調教を見てると千差万別でもう全部差があるんだよ。体調良しらしなんて、これはもう感覚でしかないから、ただフォームがいい悪いって見てればわかるわけだから、俺らはね。だからそれを見てれば、この馬がどういうステージ、距離、が合ってんのかなっていうのは分かってくるし、分かるはずだと思ってる。というところで話がちょっと悪くなっちゃうけど、そのフォームでね、今週ね、戦六の未勝利で、土曜日の6レースかな、マイル。ルメールが乗ってくる、ベルウクトールベルウィクトールですね。ベルウィクトール。これね、もし今、質問でくれた人いるんだったら、この馬のちょっとフォーム見てみな。フォーム見て競馬で。感覚的にね、化け物とは言わないけど、G1 級だよ。全然違う。だから、いろんな、勝負服とか、乗り役とかやると、グリグリの一番人気になるんだろうけど、絶対につけないけど、損失想定つけてあげたくなるぐらいで勝負してもいいよとは言うけど、10回未勝利で走りゃ、マイル走れば10回勝つよ。不利がなければ、下手に乗んなければっていう必ず条件。でも競馬はそれがあるからな。というのが多分デビュー戦だったんじゃない？ただデビュー戦の時は夏場だから、どんな状態だったかもわからんし、見てもなかったから、今見てるとね、ちょっと次元が違う。ここ勝って次重賞も勝つんじゃない？すんだけど。ただ一つ言えるのは、サートルナリアの、これ本物のサートルナリア。だけど、距離は、クエスチョンつく。マイルぐらいだったら NHK か。そこに、こんなこと言って今週負けたらもう何もねえけど、もし、今週だったら勝てるけど、俺は大手をかけられるなと思ってるぐらいレベル、どんな馬が明け3歳で。私のマイル路線のが面白いんだよな。朝日杯組からいろいろ見てても、結構マイル路線のが、面白いんだけど、これは、一気にそのトップレベルたちの馬を、肩を並べるぐらいのパフォーマンスを見せるかわかんない。この馬のフォームを見てくれって言ったのは、まずね、すごく飛びがでかい、前足を極限まで伸ばして走れる馬。で、前足が着地したら、当然、これを、体を引っ張んなくちゃいけないから、当然、その力もあるし。で、それにこうして今度、友の後ろ足が一緒伸びていくっていう、これはね、パーフェクトな走り。これ見てて、この馬、素晴らしい新馬がいるなぁ、なんて本当思ってたんだけど、新馬だったら、相手探して馬券買おうかなと思ってたけど、未勝利か。じゃあ未勝利じゃ休みは半年ぶりぐらいなのか。ルメールだし、110円とか120円とか30円だから、
興味ないけど、ちょっとレースは、見る。130の馬券言ったってな。喜びはしねえからあれだけど。フットワークはこれはもうやっぱりちょっと。超一流。超がつく一流。なかなか、これだけすごく派手に綺麗に大きく動ける馬ってのはいないね。そのくらいのレベル。すごく体幹が強いんだろうな。バランスで体のバランスもいいんだろうな。パーフェクトだと思うよ。話ずれちゃったな。フォームは、ダートを適する馬は前足伸ばさなくて OK。活白からね。で、推進力で一気にスピードっていうか、だいたい推進力で、遠回しは長い方が実はいいんだけど、それで推進力でダートのタフなダートは乗り切っていくっていうのが、昭和の時代の砂の走り。今はそうでもないかもわからんな。馬場が軽くなってるから。だから、異質な走りをするっていうフォームの馬っていうのはどうなんだろうな。左右のバランスの問題もあるかもわからないよね。だからバランスっていうのは、左右結構アンバランスが多くて、この何週間か、この間言ったっけ鳴亀で障害飛ばしてるって、ここで言ったっけそんなこともあるし、バランスを矯正させるために、調教師の仕事としてあるわけで、もう主だったのが、各馬場で8の字を書くっていうのが、今の、主流っていうか、それぐらいしかないのかな。あと、小さい障害を飛ばすっていう、障害でもないんだけど、小さいポールみたいに置いて、ジャンプさせてっていう、それでバランスが整うのかどうかは、俺は全くわからんけど、8の字は絶対になるっていう調教師自ら乗っかってやってる人間も知ってるし、間違いないよってやんないところもあるけど、絶対間違いないっていう風に言ってる調教師もいるし、わからないけど、他にあと強制するのもないしな。馬残ったから。あと馬のフォームは終わってレース V 見て、スローでも見てくれりゃ分かってくるんじゃない？もう俺はめんどくせえから見ねえけど。調教を見てるとね、全部違うから面白いんだよ。で、フォーム見てれば、どのくらいのレベルかっていうのがわかる。わかるっていうのは、ろくでもねえフォームっていうか、あたふたして走ってるのがほとんどだから、それはもう知れてる。ゆとりがないフォームに。雄大に走れない。調教はね、そこが一番大事。具合がいいとか悪いとかっていうのはその後の話。先週の AJC か。はい、AJC。あれね、見てて、関西はジョバンニ。はい、落ち着いてたけど、馬が悪かったな。なんでだろう。これ俺関係者、もしね、怒られるかもわかんないけど、馬体張れなくて、いやいや、ひどい状態だなと思ってたんだけれどな。何か原因があったんですか？いや、わからん。一人でパドックに出てきて引いてたから、まず驚いたんだけど、あんだけおとなしいのも初めてだし、俺が勝手に思ってるだけだからね。非常に体調良かったのもしんね。よくあることだよ。ドラグレース本命でしたね。で、3着エヒトがやっぱりちょっと驚いたな。でも使ってるのも知らないよ。ここはやっぱり馬券としてちょっと合ってる人がたくさん面白かったよ。ああいう流れもあるかと思ってて。ちょうど、なんだっけ、あれが、安成がポツンと3番手にはまったけどな。ノースブリッジか。あれはね、オーナーなんかにも言ったんだけど、うまく見た目、外面はもうほぼ奥ちゃんを調教師仕上げてくれたけど、やっぱり攻めらんなかったな。だからね、それ前も言ってたの、戦う前から。だからこれで競馬で息を作っていって、やっぱり、大病した馬だから、人体のちょっと危ないところっていうか、嫌なところだったから、ダートから始めて、その後も緩めずに乗ってきたけど、やっぱり長径でブリッと攻めらんなかったけど、稽古動いちゃうから、夜先に見えちゃうけれど、外面はよく見えちゃうけど、だから言ってたんだけど、頑張ったんじゃない？で、その後ろに翔平がいたからな。翔平はもう完璧だったね。この後ドバイか？完璧だったな。でもその後ろが離れちゃったな。その後ろにノリちゃんがいてガードしちゃったドスローになっちゃったっていうところが面白かったよ。一組目、二組目、三つに分かれちゃったから。やっぱり三つ目にいたドラドーレスは、なかなかあそこじゃ勝てないわな。そうです。ちょっと頑張って。展開的にちょっと厳しいこれも競馬。強かった人が身が入ってきたんじゃない？中身が。
そうですね。ブラドレースなんかも、この馬もこれから、目指すところは、いや、もう噛み合わせがね、運がない。もう、いつも重賞に手が届く時点で勝たないだろ。2と来ちゃいましたけどね、こういう馬はいるんだよ。本当に歯車が一つが噛み合ってこない。レベルは全然おかしくないんだけど、G1 取ってもおかしくないレベルにはあるんだけれど、しかも重賞すら取れないっていう感じ、そういう巡り合わせっていうのかな。競馬だからしょうがないよな。で、一頭で走ってるわけじゃねえから。面白い。新馬なんかもう腐るほども東京、まだちょっと確定はしてない。ダートの洗顔で2回除外食ってるので、雪のところがいいな、加藤雪の。はい。アトミックブレス。これは、相手がわからんけど、もうこれはいいな。2回除外食っただけあったわ。で、さっき言った未勝利の、ロメールのやつで、ひょっとしたら相手が、いいのが見っかったってなら1点買うかもわからんけど。1点だ相手。そう。だってどうせ、なんぼやったらつかねえんだもん。さっきのフォームからじゃないけど、この馬のフォームっていうのは、マイラーとしての多分パーフェクトだと俺個人的には思ってる理想形で、この馬がその辺の条件でくすぶってるなんてことはあっちゃいけない。俺からするとあっちゃいけないんで。ありえないしあっちゃいけない。そうですね、この未勝利はちょっと注目ですね。スタートが出れば、普通に行けば、馬なりで勝つことは間違いないよ。いきなりオープンでも。と思ってるぐらいな感じはあるな。わかりました。じゃあ今日はここまでにいたしましょうか。面白いないよ。はい、じゃあ参考にしないで。はい、お疲れ様でした。はい、どうも。すいません、じゃあこれをいただきます。今週もご視聴いただきありがとうございました。今回はずっと楽しみにしていた根岸ステークスの出走馬ジャッジをお届けしました。今回のレースは地方馬が3頭も出てきてくれます。南関東の取材にお邪魔している時にいつも優しくしてくださる安藤陽一ジョッキーが JRA 初騎乗ということでとても楽しみにしています。こちらも合わせてチェックしてほしいなと思っています。そして柳永さんに質問がある方はコメント欄にお願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。